はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日の一言今日ワード。ということで、はい今回の今日ワードはですね、はい。無駄投げ疲労症候群はい。ということで、はい。前回がうん受け取り疲労症候群だったんですけれども、はいそれの続きということですね。はい。で、もとこさんがね、こう受け取り疲労症候群の話をしてた時にこういうのもあるよねということで今回ちょっとね無駄投げ疲労症候群ということではいお。伝えしていきます。で、無駄投げ疲労症候群ってはい。そういったとうん要求をどっちかが投げる、うんでどっちかが受け取る、うん。受け取りすぎるとうん受け取り疲労症候群になると。でその反対でうん。無駄投げ、うん投げても受け取ってもらわれへんっていうことがあるよねっていうようなことでうん。はい。話をしてくださったんですけれども、はいそれは結構ご自分でもよくある。よくありましたね。よくあるというか、もともとあったっていう感じなんですけど、はい。どっちかっていうとやっぱりやってあげたいとか、うん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 。なんか見てたらもっとこうしたらいいのにとか、はいはいこれもあるよとかってあーなんか無駄になんかアドバイスしたり、はい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 。なんか無駄にやっちゃうっていうことはとても多かったですね。関わっていく。そうですそうです。で、要求を投げるというところで言うと。要求を投げるというとやっぱりこんだけ私が言ってんねんからとかやってんねんからだから返してよみたいなところはどっかにあったと思います。あった。で、その時、はい。話してた時に言ってたのは、うん子供の頃にそういうのがすごくあったみたいな話をね、そうですねされてて、はいお風呂磨き事件みたいな。はい。そのところちょっと紹介していただくと。うち共働きで親が母親がいないことが多くって、で小学生の時に少しでも母親の助けになったらいいなと思ってご飯作ったり掃除したり買い物したりっていうのをやっぱりしてたんですね。でもやっぱり子供なのでどっか褒めてほしいとか、見てほしいっていうのがあってでも母親はもう当たり前やんっていうスタンスなんですよ。女の子だしみたいな。でやっぱりそうするとなんか伝わらない思いがあって「もう!」ってなるんですよどっか。でもうってなってどうするかって言ったら親いないのでお風呂掃除するんですよ。もうしかももう本当にピッカピカに磨く。もう泣きながらなんかもう怒りながらうわーってやってたっていう思い出がありますね。ありますよね。はい。なるほど。そんな感じでこう、はい。あれですよね。投げてもこう届かない。はい向こうは全然もう見もしない。うん私がこんだけしてるのにっていうことで、うんこれ結構ねセッションに来られてる方とか周りの方とかいろんな方のやつを見てると、例えば親御さんがちょっとそういうこう人の気持ちにあまり関心がないそういう特性があるとか、逆にお子さんがそうだったりするとこちらがどれだけ投げてもあまりそこにこう気づきもしてくれないっていうこともあったりするので、ちょっとそのね、相手の特性がそういうのに疎いというか、あまりこう、人の気持ちに敏感じゃないタイプの方だと、よりそれが起こりやすくってしんどくなるっていうのも、ある気がするし、あと、こっちがこんだけ慕ってんのにって言って投げたら、向こうは向こうでそれもっとパワーが強くって、何言ってんねん、私の方こそとかなって、なんかこっちがシュンってなんかなるみたいな感じもあるよね、ということで。で、こんな感じでこう、ボールをね、投げているわけですけれども、だんだんそこでやっぱりそれが受け取ってもらえなくなると、そのボールが怒りのボールになっていって、でその奥にはやっぱ通じない悲しみっていうのがあって、だんだんボールが怒りになって、余計相手は、ね、怒りのボールっていうのを受け取らなくなっていって、よりその心の痛みがこうきつくなるみたいなことがやっぱりあるなぁと思うんですが、現状ちょっと今はどうなんですか、そこで。今はねなんかなんでしょうね、大人になったんですかね気づいたんですよ。何に気づいたかっていうと私はどっかこうあるべきとか、これ普通やんとかっていうのを割と押し付けてた部分っていうかあるし、これやったらありがとうやろとかなんかねその人に利益になるようなことを言ってんのにとかやってんのになんか
そんなん頼んでないみたいなうん態度取られるとブカッとしてしまったりっていう、なんかちょっとそういう自分との間の距離感みたいなものがなんか私うまくつかめてなかったなっていうのはあるんですよね。でやっぱり見てほしいとか聞いてほしいとか、なんかやっぱりさっき言ってた悲しみというか、寂しさがどっかあったんだろうなっていうのに気づいてからはなんかちょっと距離を置けるようになったっていうか、そうするとなんか見れるようになるんですよね、自分も相手も。冷静に見れるようになるっていう、その辺でだんだんこう投げる前に投げそうになってるわみたいなことに気がついて、ちょっとずつやめるっていうね、そういうふうにこう変わってきやったという、気づいてやめる、気づいてやめる、やりすぎてるからこんなにこじれてんやっていうのにも気づくようになってきた。相手を見れるので、見れる、そこでね、僕なんかちょっと素子さんを横で見てて思うのは、そこってね、やっぱりここの悲しみがすごく根底にあるじゃないですか。ありますね。だからこそより見てほしい、この悲しみがあるからこそなんかそれが渦いてより球を投げたくなるし、怒りにつながるし、なんでお前見いひんねんとかいうことでだんだんこじれていくしっていうところで、だからね、ここをだいぶね解消しはった気がするんですよ。で、悲しさを解消するってやっぱりセッションなんかで見てると嘆きなんですよね。私はこんだけ辛かったっていう、その相手がお前らじゃなくて自分にこう目線を返してきて、その自分の悲しさに気がついてそれをちゃんと嘆くことができることで、ちょっとずつこう回復していかはるというようなプロセスを、僕自身もそうですし、いろんな方のこう体験見てるとそういうことが起こってるなと思ったので、もしですね、なんか無駄に球投げてるなとか言ったら、ちょっと自分の悲しみに気づいて目を向けてあげて、それをちゃんと嘆いてみる。で、嘆くってなかなか難しいんですよね、一人で。なので、そういう点で言うと、嘆くことができる環境なり、関わりなりをちょっと見つけて、やっぱり、なんかそういう人間関係で辛くなった部分って人間関係でやっぱり回復していくっていうことはね、あるかなと思いますんで、どうやったらね、きっちり綺麗に嘆けるだろうかとかね、嘆くことができるだろうかみたいなことを考えていただくと、ちょっとこういろんな空回りのね、改善につながるかもしれないということですね。今回のキーワードは無駄投げ疲労症候群ということでお伝えしてまいりました。はい、今回もご覧いただきましてありがとうございます。またよろしければご覧になってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。最後まで見ていただけると嬉しいですね。嬉しいですね。チャンネル登録もお待ちしております。はい、もしこの動画お役に立つようでしたら、高評価でお知らせいただきますと我々の励みに、なります。お待ちしております。ありがとうございました。